皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今日は新居でのある休日の様子をお届けします。この日は年に一度のフランス文化遺産の日で、たくさんの美術館が無料開放している日だったので、家でやることをささっと片付けて美術館に行くことにしました。と言っても休日の朝は11時か12時までは寝ています。もったいないような気もしますが、平日の疲れを取るには私には必要不可欠です。スキンケアとメイクを済ませてサクッと朝昼兼用ご飯を食べます。いつも通りバナナタイム待ちの人がいました。前日の残りのピザに唐辛子の粉をかけて食べました。朝からがっつり。デザートにはプラム。日本ではあまりフルーツを食べる習慣がなかったのですが、フランスのフルーツは安くていろんな種類があるので、フランスに来てからよく食べるようになりました。次の週の弁当作りはいつも日曜日にまとめて作り置きします。これはフランスで一般的なさつまいも。ついつい野菜不足になりがちなので、弁当のおかずで補っています。料理はいい気分転換になるので、このおかず作り置きは休日の日課です。平日の夜はチンするだけとかパスタとか、あまり体に良くなさそうなものを食べがちなので、弁当に入れるものはできるだけ手作りするようにしています。本当は日本のさつまいもで作るみたいな甘くてホクホクの大学芋が食べたかったのですが、フランスのさつまいもは日本のものより甘くなくて水っぽいので断念。弁当作りは自分用だけなので、炒めたり茹でたり簡単なものしか作りません。それでもフランス人の同僚はバランスが良さそうとか彩りがいいねとか言って褒めてくれます。同僚の中でも毎日お弁当持参の人が何人かいますが、みんな肉とちょっとした付け合わせとかパスタだけとかが多い印象です。だから弁当みたいにいろんなおかずが一つの入れ物に入っている様子が見慣れないようで、何が入っているのって興味津々で聞いてきたりします。特に卵焼きは見慣れない人が多くて、どうやって作ってるの？なんでそんなにくるくる巻けるの？って不思議がられます。パリで暮らしていると日本人経営のレストランもたくさんあって、お弁当を見かける機会もあると思うんですが、私が住んでる地方だとそういうレストランもなかなかないので余計かもしれません。多分欧米諸国ではお弁当の文化はないと思いますが、他のアジア諸国は日本と同じようなお弁当文化ってないのでしょうか。知ってたらぜひコメントで教えてください。素材そのままおかず完成。街中にある美術館まで車で向かいます。美術館から少し歩いたところにただの駐車場発見。ラッキー。
田舎に引っ越してから車ばっかりだったので、外をこうやって歩くのも久しぶりで気分がいい。天気のいい日に散歩するのは気晴らしにもなって好きです。サンレミ大聖堂のすぐ隣にあるサンレミ美術館までやってきました。入り口に入ってすぐに立派な中庭が広がっています。重厚な石造りのどっしりとした威厳のある建物。天井が高くて見事な造りなので、ついつい見上げてしまいます。もともとある美術館の展示品に加えて、近くのアート系の学校の生徒の作品があちこちに展示されていました。どこを見渡しても映画に出てきそうな圧巻される作り。前半は博物館っぽいゾーンもありました。これは音楽家の石像たちだそう。全然専門的なことはわからないので、ついつい面白いものを探してしまいます。例えばこんな感じ。絵画のように見えるこちらは実は絨毯。展示には関係ないけど、この椅子の形可愛くないですか？最後の部屋はこの空間の雰囲気が素敵でした。帰りには生演奏も聴けて大満足。フランスらしい休日が過ごせました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。